今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から17番目の宿場、興津宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、静岡県静岡市清水区にある、JR 興津駅。日本橋から17番目の宿場、興津宿巡りはここからスタート。一つ前の由比宿からだと、JR 由比駅から東海道本線で約5分。興津駅の駅前には、大きく興津宿と書かれた看板がある。その隣に東海自然歩道バイパスコースの説明もあるけど、興津宿巡りには役に立たない。東海自然歩道は東京と京都を結んでるらしい。旧東海道とは違うルートみたいだから、歩くのが好きなら、全行程を歩いてみるのも楽しいかもしれない。僕たちはたくさん歩いてるけど、歩くのが好きなわけではないから、東海自然歩道を全部歩くことはないでしょうね。調べてみて面白そうな場所があったら、宿場巡りみたいに、その場所だけ行くかもしれないけどね。興津宿があったのは、静岡県静岡市清水区。だいたい地図の赤丸のあたりに興津宿があった。旧東海道は、興津駅を背にして進んだ先にある。最初の信号で交差する道が旧東海道だから、興津駅から旧東海道までは迷わずに行くことができる。この辺では、旧東海道は国道1号線になってる。この場所は興津宿の中だから、江戸、日本橋方面に戻って、興津宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡を目指す。興津駅前交差点を右に曲がると京都方面。江戸方見附跡に行くには、興津駅前交差点を左に曲がって、旧東海道を江戸、日本橋方面に進む。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見附、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。興津宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡は、興津駅から徒歩で約9分のところにある。最初に行くのは、江戸方見附跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点と赤い点の間に興津宿があった。興津宿の江戸方見附跡は、地図の赤丸のところにある。事前の調べでは、興津宿の江戸方見附跡を示すものは見つからなかった。でも、宗像神社のところに江戸方見附があったみたいだから、この辺が江戸方見附跡ということになる。その場所を示すものがなくても、わかりやすい目印があるのは助かりますね。そうだよね。特に、神社は同じ場所にあることの方が多いだろうし。宗像神社の向かい、京都方面に向かって左側は、江戸方見附跡と言われても納得しそうな雰囲気がある。事前の調べで何かの解説があることが分かってたけど、残念ながら江戸方見附跡の解説じゃなかった。草に隠れてよくわからないけど、この解説は興津の薄寒桜のものみたい。薄寒桜は、大島桜と、寒肥桜の雑種と言われ、その中では色の薄い種類のことらしい。興津の薄寒桜の解説がある場所は、江戸方見附の名残のように思える。令和7年、2025年6月時点で、江戸方見附跡は、宗像神社の参道と、興津の薄寒桜の解説がある場所になってる。こっちが江戸、日本橋方面。こっちが京都方面。見附は、見張りの万兵を置いた軍事施設のことで、赤坂見附とかはその名残。宿場の出入り口にも見附が置かれてた。この江戸方見附跡から京都側に、興津宿があった。興津には、江戸時代よりも前から関所が置かれてたらしい。天武天皇の時代、673年から686年に、東北の蝦夷に備えて、清見ヶ関が設置されたと伝えられてるとのこと。昔から重要な場所だったということですね。そうみたいだね。ここで、旧東海道から身延道が分岐する。身延道は、興津宿から身延を通って、山梨県甲府市相生まで至る道。
相生で甲州街道と接続してるとのこと。そこには、相生一丁目の道路があるらしい。甲州街道ということは、甲州街道の宿場巡りシリーズをやるなら、相生一丁目の道路も見に行けるかもしれませんね。簡単に調べた感じだと、相生一丁目の道路は、甲州街道の、甲府柳町宿にあるみたいだから、行けるかもね。甲州街道の宿場巡りをやるかは、見てくれてる皆さんの応援次第になる気はするけど。興津宿は、五街道の旧東海道と、甲州街道をつなぐ身延道が分岐するところ。それだけでも、興津が重要な場所だということがわかる。清見ヶ関が設置されてた重要な場所だから、重要な街道をつなぐ道が分岐してるということなのかもしれませんね。そんな感じがするね。ちなみに、身延道は、旧東海道の岩淵と由比からも分岐してるらしい。次は、一里塚跡。一里塚跡は、地図の赤丸のところにある。興津宿の一里塚跡は、民家の脇にあって、気づきにくくなってるから注意が必要。ここの一里塚は、江戸、日本橋から41番目とのこと。調べてみたら、気づかなかったって人もいるみたいだから、一里塚跡も見たい人は、事前にしっかりと調べておいた方がいいと思う。一里塚跡の石碑は、京都方面に向かって右側、江戸、日本橋方面に向かって左側にある。令和7年、2025年6月時点で、興津宿の一里塚跡は民家になってる。ちなみに、調べて出てきた情報によると、一里塚跡は、興津駅前交差点から170メートル、273歩、約3分のところにあるらしい。興津駅前交差点まで戻ってきた。興津宿巡りは、ここからが本番って感じになる。奥に見えるのが興津駅。江戸型見附跡、身延道入り口、一里塚跡に興味がなかったら、興津駅前交差点を右に曲がって、京都方面に向かうのもいいと思う。次に行く場所は京都方面に向かって左側にあるから、左側の歩道を歩いて行った方がいい。次は、割烹旅館岡谷。割烹旅館岡谷は、地図の赤丸のところにある。割烹旅館岡谷は、江戸時代から続いてるみたいだけど、創業年について具体的な情報は見つからなかった。平成30年、2018年に、裏庭の改修のためにクラウドファンディングを実施してたみたい。クラウドファンディングのページにある情報によると、かつて興津宿には38軒の宿があったとのこと。その中で残っているのが、割烹旅館岡谷だけ。岡谷は茶屋として始まり、江戸時代末期に旗子として、旅館を創業。そんな岡谷の8代目当主の方が、東海メイク、清見型の再生も目的として、クラウドファンディングを実施。残念ながら、クラウドファンディングは不成立だったみたいだけど、その後も当主の方は活動を続けてたっぽい。ブログもあったけど、令和7年、2025年12月時点で、令和6年、2024年8月が最後の投稿だった。Facebook では投稿を続けてるみたいだった。クラウドファンディングは残念でしたが、その後も活動を続けていて、当主の方の本気度が伝わってきますね。そうだね。全体の青写真はわからないけど、かつての興津宿の賑わいが戻ってきたらいいね。次は、考察バーとトトイヤバーと。考察バーとトトイヤバーとは、地図の赤丸のあたりにある。興津宿の考察場とトイヤ場があった場所は、令和7年、2025年6月時点で、興津宿公園になってる。でも、それを示すものはないみたい。東海道文献のベースを見てみると、トイヤ場の京都側の隣に考察場が書かれてる。正確には、トイヤの隣に考察と書いてあって、考察場を示す絵も書かれてる。この解説は由来となってて、書かれてるのは興津宿の位置とか、地名の言われ。興津宿公園に向かって左側、京都側には、別の看板もある。これは興津宿案内板で、昔の街割りが書かれてる。それによると、現在地は天満所となってる。トイヤ場ではないんですか？天満所はトイヤ場のことで、
明治になってから問屋から天魔女に名称変更されたらしい。そういうわけで、ここが問屋後で間違いないと思う。問屋は、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。東海道文献のベースだと、問屋の隣に考察場があるから、考察場もこの場所にあったと考えられる。考察場は、掟やハットを掲げておくところ。ちなみに、ここは興津町役場があった場所でもあるらしい。宿場時代の重要な場所が、その後も重要な場所として使われてたということですね。そういうことになるね。公園の奥には、臼観桜関係の解説があった。第61代全米桜の女王が親善訪問した時に、記念に植樹した臼観桜とのこと。犬小屋くらいのサイズの不思議な小屋は、東海道歴史の道のスタンプポイントだった。スタンプはあったけど、インクは乾いてそうな雰囲気。興津宿案内板の裏には、興津宿の由来があった。それによると、興津という地名の由来は、二つの説があるらしい。一つは、宗像神社の御祭神、興津島姫の御事がこの地に住居を定めたからというもの。もう一つは、平安末期から興津家が住んでいたから、その名を地名としたというもの。古代から興津と言われたとも書いてあるから、二つの説とは違う由来があった可能性もあるのかもしれない。ちなみに、興津島姫の御事は、宗像三女神の一柱である、田堀姫の神のことらしい。田堀姫は日本書紀での名前で、古事記では焚き火姫となってるみたい。詳しいことは、江戸方見附跡のところにあった宗像神社を深掘りするとわかるかもしれない。日本神話という視点からも深掘りできたら面白そうですね。まずは、古事記と日本書紀を読むところからかな。次は、東本陣、市川本陣跡。東本陣、市川本陣跡は、地図の赤丸のところにある。興津宿には、本陣が2軒あった。東側にあった本陣の後には、石碑が立ってる。江戸、日本橋方面から来た時に、最初にある本陣がこの東本陣ということになる。解説はありませんが、場所がわかるようになっているのはありがたいですよね。そうだよね。本陣は、大名などが泊まる宿のこと。東本陣、市川本陣跡は、令和7年、2025年6月時点で、民家になってる。興津宿は、延宝8年、1680年に大火に見舞われたとのこと。東本陣を務めてた市川家は、自分のところも焼けたのに、宿の人たちに300両以上も無利息で融通したらしい。次は、脇本陣、皆口屋跡。脇本陣、皆口屋跡は、地図の赤丸のところにある。脇本陣、皆口屋跡は、令和7年、2025年6月時点で、フェルケール博物館別館、皆口屋ギャラリーになってる。脇本陣の脇、は、予備のことで、本陣が使えない時に、脇本陣が使われてた。皆口屋初代当主の望月氏は、かつて武田信玄の家来だったが、約400年前にこの地に移り住んだとのこと。甲斐に物資を届ける商人だったと言われてるみたいで、多分身延道を通って物資を送ってたんだと思う。天正10年、1582年夏に、初めて旅人を止めたと伝えられ、江戸時代には脇本陣を営んでた。明治になると、宮家や政治家、文化人の別荘旅館として利用されたとのこと。第二次世界大戦後、オリバー・スタッドラー氏によって海外に紹介され、多くの外国人が訪れるようになったらしい。でも、時代の変化で客足が減り、昭和60年、1985年1月に、第20代当主、望月半十郎氏が廃業を決めた。そして、約400年の歴史に幕を閉じることになった。皆口やギャラリーは入館料は無料だから、興津宿巡りついでに寄ってみるのもいいと思う。次は、西本陣、
手塚本陣跡。西本陣、手塚本陣跡は、地図の赤丸のところにある。興津宿の西側、京都側にあったのが、西本陣。その西本陣があった場所には、石碑が立ってる。西本陣は、手塚家が務めてた。寛永12年、1635年から明治3年、1870年まで、東本陣の市川家と月番で営んでたらしい。令和7年、2025年6月時点で、西本陣、手塚本陣跡は民家になってる。月番って表現が気になって調べてみたら、少し面白い情報が出てきた。1ヶ月交代という意味じゃないんですか？意味としてはそうなんだけど、それには目的があったらしい。江戸時代、大老や老中以外のほとんどの洋食には、月番制、月番交代って制度が採用されてたとのこと。これは1ヶ月交代で役職を務める制度なんだけど、その目的は、権力の集中や、腐敗、汚職を防ぐことだったらしい。興津宿の本陣も同じ目的だったのかはわからないけど、そういう側面はあったのかもしれない。他の宿場でも、問屋場とかで交代制のところがありましたが、もしかしたら、同じ目的で交代制になってたのかもしれませんね。その可能性はある気がする。単に大変だからだと思ってたけど、大変ってことはそれだけ権力が集中する可能性があるだろうしね。詳しいことを知ってる人がいたら、コメントで教えてくれると助かる。次は、上方見附跡。上方見附跡は、地図の赤丸のところにある。興津宿の上方見附跡を調べてみたけど、その場所を見つけるのは大変だった。東海道文献のベースを見ても上方見附はなくて、その代わり、棒軸井と書かれてた。その棒軸井は、おそらくこの辺りにあった。棒軸井は品川宿の動画にも出てきたけど、境界を示す標柱のこと。東海道文献のベースには、清見ヶ関跡の近くに棒軸井が書かれてる。清見ヶ関跡は、政権時の少し江戸川、日本橋川、政権時の矢印看板のすぐ近くに、清見ヶ関跡と書かれた看板がある。清見ヶ関は、天武天皇の時代、673年から686年に、東北の蝦夷市に備えて、設置されたと伝えられてるとのこと。その傍らに、関所の鎮護として仏道が建立された。それが政権時の始まりとされてるらしい。関所があったからお寺ができたということなんですね。そうみたい。その清見ヶ関跡の近くに、興津宿関連の解説がある。そこには、興津宿の旅館分布図が載ってる。おそらく興津宿公園のところにあったものと同じだと思う。興津宿公園にあった案内板で確認してみると、脇本陣が3軒ある。興津宿の脇本陣で調べてみると、興津宿には脇本陣が2軒あったって情報が出てくる。しかも、東海道文献のベースには、この案内図とは違う場所に1軒の脇本陣が書かれてる。脇本陣、皆口屋は同じ場所ですよね？東海道文献のベースでも、脇本陣の1軒は東本陣と西本陣の間で、道の反対側に書かれてる。それが脇本陣、皆口屋で、案内図と同じ場所だと思う。清見ヶ関跡のところの旅館分布図を見ると、脇本陣は4軒になってた。追加されてる脇本陣が、東海道文献のベースにあるもう1軒の脇本陣な気がする。東海道文献のベースだと、皆口屋と思われる脇本陣に加えて、西本陣の向かいに脇本陣がある。旅館分布図をさらによく見てみると、一番左側、京都側の脇本陣には丸印がついてる。それは明治18年、1885年5月に旅館業を営んでた印。明治5年、1872年に旅館業を営んでた三角印がないから、一番左側、京都側の脇本陣は、江戸時代にはなかったことになる。他の脇本陣には三角印があることから、明治5年、1872年には営業してたことがわかる。ただ、江戸時代にあったのかはわからない。そう考えると、東海道文献のベースを根拠として、西本陣の向かいに脇本陣があったと考えた方が良さそう。脇本陣があったと思われる場所をリプレイで確認してみる。西本陣の向かい側だから、おそらく赤丸のあたりに脇本陣があったと思われる。令和7年、2025年6月時点で、脇本陣跡と思われる場所は民家と駐車場になってる。地図でも確認してみる。脇本陣跡と思われる場所は、赤丸のあたりにある。
旧東海道から聖剣寺方面を見ると、踏切が見える。東海道本線のこの区間は、聖剣寺が土地を兼納して建設されたとのこと。その理由は、鉄道は地域のためになるというものだったらしい。聖剣寺の協力もあり、明治22年、1889年に神津静岡間が開業。大正天皇は皇太子の時に海水浴で興津を訪問し、聖剣寺に宿泊したとのこと。徳川家康も幼少期に人質として過ごしたらしく、聖剣寺は歴史的にも重要なお寺みたい。そんな聖剣寺のところにあった上方見附跡から、次の宿場、江尻宿に向かおうと思う。興津宿の上方見附跡から江尻宿に行くには、聖剣寺前バス停からバスに乗る。聖剣寺前バス停は、聖剣寺から江戸、日本橋方面に少し戻ったところにある。聖剣寺前バス停からバスに乗って約10分。辻バス停で下車。バスの本数は多くないから、バスの時間に合わせて行動した方がいいと思う。辻バス停からは徒歩で約6分で、江尻宿の江戸方見附跡に行ける。辻バス停の次が清水駅だから、電車で行くなら JR 清水駅からでもいいかもしれない。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、興津宿はこれで終わり。次の江尻宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。